こんばんは、3月24日岡田敏夫ゼミです。どうも遅れてすいませんでした。今日は本当に準備に思ったより時間かかってしまってですね、コカ・コーラの歴史をもうまとめようというのが大変だったのと、あと CM 集の DVD からここぞという瞬間を狙ってそれをフリップにするという作業がもうやけに手間取ってですね、なんかもう20時間ぐらい作業してるんですけど、やっとさっき終わって今からできるという感じになります。顔が疲れてる、本当かな。そんな DVD あるのか。多分ね、これの放送が終わった時には Amazon で売り切れてると思う。さっき見たらまだちょっとあったからですね、今のうちに見てる人の特典ということでですね、こいつですね、コカ・コーラ、TBCF クロニクルスっていうやつですね。これがですね ABEX トラックスから出てるやつだけど、これ上下逆だった。こう見てもいいのかな、こうやつですね。ただね、ほとんどの CM はYouTube でも見つかるみたいなんですよ。で、映像によってはこの DVD よりなんか YouTube の方が解像度がいい場合があるんでですねただ連続で見れるというのか、時代別にちゃんと並んでるというのがいいところだと思います。ではですね、今日はスカとサワヤコカ・コーラ特集ということで、前半は無料部分はですね、コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史というやつをちょっと連続で話そうと思います。で、その黒歴史というのを踏まえた上で、戦後の日本という国でですね、コカ・コーラを売るという宣伝部のですね、感動の戦略というのをですね、これ後半の方の話になります。だからいつも前半では毒のない話して後半ちょっと毒あるのをやってるんですけど、今回ちょっと逆で、前半が割とねちょっと毒があるってことはないんですけれども、コカ・コーラの歴史っていうのは割と普通の人でもちょっと知ってるんですね。例えばもともとは薬だったとかですね、成分にコカインが入ってるかどうかで揉めたとかですね、なんかそういうのは誰でも知ってるってことなんですけど、ちょっと詳しい人だったら知ってるんで、そこから少し突っ込んだ話しようと思うとなかなかねダークな部分に踏み込まなきゃいけなくなると思います。番組最後にですね、大事なお知らせもあるのでぜひ最後まで見てください。ではですね、ちょっと最近来てる質問が溜まってるんで読んでいきます。ディズニー特集の続きはまだですか？去年の秋の放送予定だと思うのですが、今年の秋なんですか？他の放送も楽しみにしてますが、ディズニーの放送はとても面白かったのでずっと待ってます。すいません、一応ねディズニーランドのリニューアルに合わせようと思ってるんですよ。というのは例えばアメリカのランドでスター・ウォーズで改装してるんで、それのニュースに合わせようとかって思ってるんだけども、前回の配信でディズニー特集を2回やったらですね、一気に数字が下がったっていうかですね会員の方がいろいろ辞めたりあったので、さすがに僕は数字にはビビったんですよね。だから自分のやりたいことは必ずやりますけどもですね、タイミングをある程度世間様と合わせていくというのも大事だなというふうに思います。次も同じようなやつです。昨年の7月29日と8月5日に、第一次第二次大戦とは何だったのかという振り返りと、その後冷戦核戦争というのをちょっと真面目にやろうという予定の件ですが、流れたままになってるけど気になってます。いつか取り上げていただけたらと思います。そうですね、核戦争はね本当にやりたいんですよ。で、今年の10月に一応ですね、トリニティサイトっていうですね、世界最初の核爆発の実験地ですね、そこにですね取材に行く予定なんで、かなりね気長に取り組もうと思っているテーマです。本当は前回ねソ連の話したけども、冷戦時のアメリカもですねちょっと割と頭のおかしな国だったのでですね、それちゃんとレポートしたいと思います。次です。私は夏休みや正月休みだと長期の休みに子どもたちと我が家のおもちゃ博と銘打ってプラレールやトランスフォーマー、戦隊ロボットを部屋中に並べ飾り遊んでいます。しかし自分の考えるストーリーもマンネリ化し時間も潰せなくなってきました。前半戦の数時間アニメ映画を見て時間を稼ごうと思います。そこでおすすめの映画を教えてください。子供は8歳男子と6歳男子です。私はその1、ルパン三世カリオストロの城。その2、オネアミスの翼。その3、機動警察パトレーバー劇場版第1作を考えています。全部ダメです。劇場版ではなくね、テレビアニメを見せるなら未来少年コナンのテレビシリーズがいいと思いますし、どうしてもね劇場版ならですね、クレヨンしんちゃんのヘンダーランドか豚のひずめ大作戦あたりがですね、いいと思います。子供にですねパトレーバーの劇場版を見せるとか、オネアミスの翼を見せるとか、そういうですねダメな親父にならないようにお願いします。
じゃあ、コカ・コーラの話をしようと思います。ではここからはタオル君の出番だな。ちょっと今日はタオル君ダークな声でいこう。でーん、コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その1、麻薬中毒者が作った黒い飲料、その名はコカ・コーラ。ですねということでですね、麻薬中毒者が作ったという話なんですけども、今年1月にですね、僕アトランタ行ってきました。アトランタの中心地のですね、元オリンピック会場の隣にですね、ものすごいいい場所にこのコカ・コーラ博物館があります。中ではですね、コカ・コーラをはじめですね、いろんな飲料が飲み放題です。で、アトラクションの最初はですね、コカ・コーラクイズってやつがあるんですね。で、コカ・コーラクイズが出てきてですね、クエスチョン1って書いてあって、コカ・コーラが創業されたのはいつだっていうので、創業年度をいきなり聞かれるというですね、マニアックなクイズで、正解はもちろん1のですね、1886年なんです。じゃあなんで1886年なのか、なぜアトランタっていうですね、アメリカの言っちゃえばですね、何もないようなところでですね、コカ・コーラが創業されたのか、そこから話をしていこうと思います。1886年、この時代アメリカはですね、建国以来最大の国難と言われたですね、南北戦争が終わったところです。南北戦争1961年から65年、奴隷制をどう思うかという考え方の違いでですね、南部の11州が合衆国を脱退し戦争になったと。まるで今のブレグジット、イギリスが EU を脱退するみたいなもんですね。でこれが南北戦争なんですけれども、シビルウォーというふうに言います。アベンジャーズのシビルウォーと同じ、もちろんこれが元ネタになっているわけですね。アベンジャーズではですね、強すぎる力は責任を伴うと、その責任を個人が取れるかと、でそういうのは取れない、民主主義な判断に従うべきだと考えるトニー・スタークとアイアンマンたち、これはアメリカの民主党みたいな考え方を代表しています。でそうじゃない、強すぎるパワーであってもそれぞれの個人が責任を取るべき、個人主義に戻るべきだっていうキャプテンアメリカたちはですね、共和党的な考え方の上に乗っかっています。なのでこういうですね、2つのどっちが正義とも言えない考え方の対立でですね、対戦したシビルウォーというのはですね、アメリカの、すごい根本の考え方というのかな、この対立というもの自体が価値観になっているんですね。で歴史上のですね、この南北戦争は1961年という日本の幕末に始まって、4年間で終わりました。その決定打になったのがですね、アトランタ攻略戦です。アトランタ攻略戦はですね、ジオンで言えばですね、まさにジオン本国みたいなもんなんですよ。でテネシー川っていうのがですね、ジョージア州の境に流れて、テネシー川というですね、バーワク要塞を抜かれたですね時点で、もうね、南軍のね敗北が決まったも同然なんですね。太平洋戦争で言えば東京大空襲が始まったみたいなもんです。アトランタは北軍のですね最終目標地点で、1864年11月にですね、北軍がアトランタに火を放つ、街中に火を放ってですね、ついにアメリカ連合国、いわゆる、南軍は降伏しました。でそしてコカ・コーラが誕生する1886年っていうのはですね、それの20年後ぐらいなんですけども、これね、10年間ぐらいアトランタって焼け野原で本当に何もなかったんです。でそこから新しく生まれ変わったアメリカ、ようやっと一つにもう一回になったアメリカがですね、国民にアピールするためにアトランタの街にですね、史上最大の復興予算が注ぎ込まれてですね、廃墟となったアトランタっていうのが一気に元の姿というかですね、元のよりもですね、ずっと華やかで派手な姿に生まれ変わりました。でそういう時代なんですね。ですいません、まだちょっとこれなんでアトランタなのかっていうのを説明するための前振りなんですけど、南北戦争は2つの産業をアメリカに生みました。一つはですね、新聞です。新聞はですね、まず南軍北軍の一番最初は意見を戦わせるため、風を共にされるという映画の中でですね、冒頭にいろんな男たちがどっちが正しいか、どういうふうにするべきかというのを激論してるんですけどもすいません、ああいう激論が生まれた土壌というのはアメリカに新聞というのがですね広がったから。で新聞は同時にですね、今どっちが勝っているのかとかですね、あと今どこまで攻め込まれているのか、今どっちが有利なのかっていうのを報道するためにもみんなすごい読みました。そういう新聞なんですけど、その新聞のスポンサーだったのがですね、売薬、薬品なんですね。薬を売るっていうのがですね、その当時新聞と一緒にアメリカの大産業になりました。で当時の新聞はですね、もう本当に
一面こそニュースが出てるんですけど、二面からですねずっと薬の宣伝ばっかりなんですよ。それも怪しいですねインチキな薬ばっかりです。でそれは何でかっていうと、怪我とか病気の対応なんですね。いわゆる土地が広くて医者が少ないし、あと戦争でですね大怪我をした人が多いと。だから紙面の半分以上がそういう怪しげな薬のですね広告ばっかりが載ってたと。でもともと南部のアメリカっていうのはですね、奴隷制なんですけれども、割と上品な国として知られてたんですね。南部美人といえば、いわゆる京女と同じでアメリカの男性の憧れの的です。その象徴であるアトランタがですね一気に焼け落ちて再建した時は、アトランタはですねその前に住んでた人があれって思うぐらい金の町、いわゆる拝金主義のビジネスというよりは怪しい薬を売って儲けることばっかり考えている金の亡者の町になってたんですね。で南北戦争の前はいわゆる経済的には金銭は貨幣はあんまり流通してなかったんですけど、その代わり奴隷経済で人手はいっぱいにあってですね、その人の手による豊かさっていうのがあったんですけども、しかし南北戦争後の復興後はですねお金による豊かさっていうのがですね大躍進しました。で当時のですねアトランタを含め南部のですね牧師さんの説教のフレーズは、とにかく豊かになること、金持ちになることは神の御心にかなうと。いわゆる我々南部が負けたのは本当に負けたんじゃない、これから南部のやつらの魂を見せてやれと、北部のやつらよりも金持ちになるっていうふうなことで見返してやれということをすごいアピールしてたんですね。でアトランタはそういう拝金主義のアメリカ、新しく生まれ変わった拝金主義のアメリカのですね中心地でした。でその当時のアトランタではですね金を稼ぐことはもう全部正しかったんですよ。何やってもいいと。でそこでインチキ薬の総本山になったんですね。当時本当に毎週何十種類というですね新薬が発売されました。リウマチが一口飲めば治るとかですね、子供ができなくても3日後の薬を飲んだらですねあっという間に次の月には妊娠するとかですね、目が見えなくても治るとか、耳が聞こえなくても治るとかですね、ものすごいですね嘘の薬、頭が悪いなら薬飲め、力持ちになりたいなら薬飲め、痩せたいならこの薬、太りたいならこの薬っていうのが連続、アメリカで発売されるこういうインチキ薬の大半、この発売元っていうのはその当時の新聞広告を見たらですねアトランタが発売元になってるんですね。でそれを売り出すために新聞広告を利用したので、さっきも言ったようにアメリカの新聞広告の半分以上が薬品の広告、それも町の医者が勝手に作った薬効もろくに確かめてないような噂話だけのそういう新薬が出てきたんですね。で医者が少なく国土も広いので売薬産業、薬を売る産業というのは今でいう IT ブームのような国家産業になりました。薬は何もかも解決する、そういう時代だったんですね。でその時代にですねコカ・コーラはですねこのインチキと金儲け主義の町アトランタにですね1886年にさっき言ったように生まれました。ちなみにですねコカ・コーラ社がジョージア州アトランタ市にあるのでですねコカ・コーラ社が出している日本のコーヒーのブランド名もジョージアっていうんですね。ジョージアコーヒーっていうのはあれジョージア州で豆が取れたからでも何でもなくて、コカ・コーラが発売しているからジョージアです。これは関係ないんですけど、でよく知られているようにコカ・コーラは最初はですね薬として売られました。それもですね食欲不振や、頭痛、体調不良や二日酔い、神経痛や男性の不能回復とかですね、もう思いつく限りのありとあらゆる素晴らしい効能があるとですね、発明者のですねジョン・ペンバートン博士はですね広告の中で訴えました。ペンバートン博士はですねそこまで言い切った理由は2つあります。1つ目はですねこの人真面目にコカ・コーラのことを信じてたんですよ。これは他の偽薬と一緒にしてくれるのはコカ・コーラすごいんだぞと。なんせ南米から取り寄せた当時最新のアルカノイドコカの葉というのを使っていると、それは他のインチキ薬とは比べ物にならないほど効き目があったんですね。元気のない男はたちまち働き出したし、毎日頭痛を訴えていたご婦人もですねたちまち朗らかになる。それは朗らかになりますよ、コカインなんだから。もちろんそれはコカの葉に含まれるですねコカインのおかげなんですけども、当時のコカインは非合法な麻薬ではなく逆に世界を救う究極の薬品というふうに言われた、そういう時代なんですね。でこれが2つの理由の1つ目です。もう1つですね、このベンバートン博士がもう素晴らしい薬だ、万能薬だと言い切った理由の2つ目なんですけども、ベンバートン博士自体にですね実は未来がなかったんですね。博士はですね南北戦争で受けた
傷の痛み、この人自身も南北戦争で受けたですね傷の痛みが深かったんですよ。でその痛みをですね和らげるためにですねモルヒネの注射を毎日打ってたんですね。でモルヒネの注射を毎日打ち続け、本人が重度のモルヒネ中毒者になってたんですよ。でベンバートン博士自身も残された寿命は数えるほどもなかった。実はこのコカ・コーラを発明して2年後に死んでしまいます。その寿命が尽きるまでになんとか自宅にあるですね化学薬品工場をもっとちゃんとしたものにして、奇跡の薬品コカ・コーラというかコカインを使ったですね究極の薬を世に出したいと思ってました。だからコカ・コーラ社がですね絶対知られたくない黒歴史その1っていうのは、コカ・コーラを発明したのはですねこの麻薬中毒でですね死にかけているこの人漢方医なんですね。漢方薬の医者だった漢方医だったというふうなことだったんです。ということで分かったかなタオル君。つまり麻薬中毒者が麻薬を成分とするドリンクを作ったのだ。まあそうだけどね言っちゃったね、これがコカ・コーラのですね黒歴史その1でした。じゃあ次その2いってみようか。ベンバートン博士ね超面白いんだけどなよしその2いくぞ。はい、コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その2、ピエール滝も大好きコカインの真実。なかなか言うね。コカ・コーラコークと呼ぼうコカ・コーラっていうふうに言うよね。なんでコークと呼ぼうっていうのかっていうと、実はコカ・コーラはもともとドープって呼ばれてた。ドープと呼ぼうコカ・コーラだった。ドープっていうのは薬品のスラング、いわゆるほら薬物とかを使ってスポーツで記録とか出したりするときにドーピングって言うじゃん。ドーピングのドープっていうのは薬品っていう意味なんだけども、もともとコカ・コーラっていうのはですね売り場ではそれを売ってる売り場ではですねその麻薬というあだ名だったんです。で20世紀に入ってコカ・コーラ社が成分からしぶしぶコカインを除いたんだけども、本当にね実は最初いやいや除いたんだよね。世間がいろいろコカインコカインって叫ぶと、もうコカ・コーラの中に入ってるコカインなんて微量だからあんだけしか入ってなかったら害がないのにと社長は思いながら、もう散々もう会社の他の取締役からなんから営業からみんなコカイン抜いてくださいよと今世間えらいことになってますよって言って、その時の社長が嫌だけどもうしょうがない抜くかって言ってコカイン抜いたんですけどもですね、これ以上違法薬物のイメージを広げたくないと、なのでドープっていうふうに呼ばれるのもやめさせようとしたのでですねニックネームでコークというのをつけた。コークと呼ぼうコカ・コーラっていうのは日本ではすごい自然に入ってきたけど、実はアメリカではコークと呼んでくださいっていうのはもう二度と皆さん売り場でドープと呼ばないでくださいという意味だったんですね。ではなぜコカ・コーラはドープ薬品薬物というふうに言われたのか。ペンバートン博士はですね漢方薬医です。でモルヒネ中毒だったんですけども、万病を治す万能薬としてコカ・コーラを開発した。博士がとりわけ患者としてターゲットにしてたのは実は富裕層の男女だったんです。南北戦争でですねアメリカは特に南部はですね農業国から工業国に変わった。で工業国に変わったらですね都市のストレスというのができたと。それまで日が昇ったら起きて農場へ行って働いて、日が沈んだら家帰ってきて雨降ったら休むと、こういう自然の世界で過ごしていたもう9割までのアメリカ人がみんな街に行って工場で働いて時間通りに動かなきゃいけない、大変なストレスになっていると。でその都市化のストレスで神経症を訴える人が激増しました。で不安がねすごい眠れないとか頭痛がするっていうこのねその不安がするとか眠れないって頭痛がするという神経症という言葉もですねこの当時のアメリカで生まれました。でそれは何でかっていうと、もちろんアメリカは工業化社会になっても農村で働いてる人もいるし農業やってる人もいるんですよ。でもそうじゃなくて俺はちゃんと近代アメリカですね南北が統一された素晴らしいこれから金持ちになるアメリカに適応したんだぞというアピールしたい人たちはなんかねわざと頭痛がするとか神経症だとかって言い出したんですよね。つまりある種セレブの証明みたいなもんなんですよ。セレブの証明としてなんか不安で眠れなくてっていうとか言ったり、自信がなくてって言ったりですね頭痛がするって言ってるのはなんかねお金持ちの証明だったような時代だったんですね。
農業ではなく工業で儲けてる証拠というわけだから、その当時のセレブの病気といえば、体を動かさずに美食ばっかりしているから消化不良というのもやっぱセレブっぽい悩みだった。で忙しすぎて神経症、そこで注目されたのがヨーロッパの天然水、炭酸水ってやつ、ミネラルウォーターの中で発泡ミネラルウォーターってあるじゃん、炭酸水、あれヨーロッパ以外と取れなかったんですよ。当時のアメリカにはそんなの湧いてなかったから。だからヨーロッパの温泉行ったりですね、水源に行って炭酸水を飲むっていうのはもう本当にセレブがやっている、いや食欲不振だからヨーロッパから取り寄せた炭酸水飲んでるよっていうのが一番かっこいいことだったんだ。だからそれを飲むのが健康にいいという民間療法も流行っていた。でこれ天然の炭酸水だけでは足りなくなって、早速ドイツで人工炭酸水っていうのが作り出されたと。固定された空気っていうふうに言われたんだけど、それがアメリカにもその機会がやってきたと。でヨーロッパの貴族たちも消化不良や頭痛薬として炭酸水飲んでると。で本当にね、当時炭酸水っていうのが薬局で売ってたんだ。であっという間にアメリカ中の薬局のコーナーの隅に炭酸水を飲むためだけのブースができた。炭酸水のタンクが置かれて、もしくは炭酸水の発生器を置いたところもあるんだけども、それらはヨーロッパの天然の泉、ファウンテンっていうのをみんなにイメージさせるためにソーダファウンテンっていうのが呼ばれたと。だからバックトゥザフューチャーとかでよく学生とかがソーダとか飲んだりコーラ飲んだりしてるとこあるじゃん。あれをソーダファウンテンっていうんだけども、なんでかというと、もともとあれ薬局にあるのはなんでかっていうと薬品だったから。炭酸水を飲むだけで消化不良が治ったとか頭痛が治ったっていうふうなことを言われてたんで、それで薬局の隅にソーダファウンテンというのが作られて、それがだんだん大きくなってきて、ファーマシー、薬局っていうのがだんだん若者の社交の場みたいになっていった。でそこでですね、ベン・バートン博士は炭酸水で割る原液の薬、その当時炭酸水っていうのがもうだんだんオレンジとかいろんなフレーバー入れ出してきたから、そういう原液の薬を探し求めていました。でもこれね、もうね日も分かってるんだけど、1885年の8月っていうふうに言われてます。ベン・バートン博士はですね、行きつけのジェイコブズ・ファーマシー、後にコカ・コーラを世界で初めて発売する場所だよね。ジェイコブズ・ファーマシーの角で新聞買いました。で博士がですねガーッと新聞めくると、1面だけは新聞記事なんだけども、2面3面4面と全部インチキ薬で、もう自分も薬調合してるけどインチキ薬ばっかりだと思ってて探してて、ようやっとベン・バートン博士は目当ての記事見つけた。もう広告の隅に埋もれるようにしてですね、アトランタ市議会のニュースが載ってると。アトランタ市議会はその当時ですね、禁酒法ですね、酒を禁じると法律を全米アメリカに先んじて可決しようとしていると。やっぱりっていうふうにベン・バートン博士は思ったわけだよね。博士はそのまま薬局の2階の自分の借りてる部屋行って、ペルーから届いたばっかりのでっかい荷物を開けた。そしたらペルーから届いた荷物の中には魔法の植物コカの葉と、そのコカの葉からコカインを抽出するろ過器がセットで入っていると。でやっと間に合ったと。禁酒法が成立すると、多分アメリカだけアトランタだけじゃなくてアメリカ中で代わりの飲み物っていうのをみんな欲しがるだろうと。いきなり酒が飲めなくなったらみんな、じゃあ酒が飲めなくなったらどうすると、酒屋に行くんじゃなくて薬局のソーダファウンテンで酒みたいなものを飲もうとするだろうと。でこの魔法の葉っぱコカから抽出したコカインで究極のドリンクを作ろうと。それは美味しくておまけに健康に良くて万病に効く、そういうふうなものができるはずだっていうふうに思ったわけだよね。コカの葉はですね、インカ帝国の宗教儀式にも使われて、インカの奴隷たちはコカの葉を噛んでる限り何十時間でも働いたっていうふうに言われてるんだよね。でコカの葉を噛んでるとですね、悩みがなくなり、頭がスカッとするというそうだよね、コカインだから。でこれね、ヨーロッパでもですねすごい受けたんですよ。コカインはですね、精神分析というですね全く新しい医学を発明したオーストリアの医者ジグムント・フロイトっていう博士がいました。いわゆるフロイト精神分析のフロイト博士だよね。ジグムント・フロイトもコカインを万病薬としてですね、ものすごく褒めてると。褒めてるどころか自分に処方して、おまけに患者にも処方して、もうねコカイン中毒患者は山のように作っちゃったんだけども、
フロイトはですね、婚約者のマルタ・ベイナイスっていう女の子にですね、とんでもないエロ手紙まで送っています。全くコカインは素晴らしい。男性の機能まで強くしてくれると。次にお前に会った時にお前を真っ赤になるまでキスして、それからコカインの機能でたくましくなった男でヒーヒー言わせたるからなっていう、これ本当にこういう手紙が残ってるんですよ。いやもうフロイトさんって偉人だから全ての手紙が残されていて結構恥ずかしいんだけれどもですね、この当時のですねコカインの処方記録の中には、そのコカの葉を噛みながら山登りしたら、朝ごはんを食べずに昼ごはんも食べずに食事抜きで全く疲れず夕方まで山登りができて爽快感のみあると、疲れが全くないと、そういうような報告があって、みんな副作用のこととかそういうふうなことを全然気づかずに、これはすごい万能薬アルカノイドが見つかったなというふうに言ってたんだよね。でこのコカインに注目したのがイタリアのコルシカ島のですね、アンジェロマリアーニっていう人です。マリアーニはですね、ビン・マリアーニという名前のコカイン入りワインを発売しました。でこの麻薬ワインは、このビン・マリアーニって本当にコカイン入ってるから完全に麻薬ワインなんだけども、ビクトリア女王とかトマス・エジソンもうガンガン飲んでて、で宣伝に推薦文まで書いてるね。エジソンは寝なくてもめっちゃ働けるっていう推薦文書いててコカイン中毒者だったんだけども、中でも最大の推薦文を書いたのは当時のローマ法王のレオ13世。レオ13世、死んだ後に発表された伝記では、レオ13世は信じられないほどほんの少しの食事とワインしか飲まなかったって書いてるんだけど、そのワインはコカイン入りのワインだったんだよね。で伝記にはですね、しかし神を信じる強い心はその瞳をギラギラと輝かせていた。あれっぽっちの食事とワインでなぜあそこまで強い目の輝きを出せるのだろうっていうふうに書いてるんだけども、このですねコカ・コーラ帝国の攻防という本を書いたですね、マーク・ヘンダグラスっていう人は、それはね信仰心じゃなくてコカイン中毒だからっていうふうにめっちゃきついツッコミやってます。ベンバート博士はこの南米の魔法の葉っぱコカと、あとねさらにアフリカ原産のコーラの実、これはね 4% ものカフェインが含まれていて、現地の部族も興奮剤として使ってるんだよね。でこのコカの葉とコーラの実を両方使うというとんでもないことを思いついて、この2つの薬品を混ぜて、1年ぐらいかけてアメリカ製の初の麻薬ワインフレンチワインコカっていうのを完成させました。でその直後フレンチワインコカはものすごい売れたんだけども、ところがその直後アトランタ市議会は全米に先んじて禁酒法を成立させます。実はアメリカの禁酒法っていうのは1920年代に一斉に全米で成立したんではなくて、まずアトランタが最初になって、いろんなアメリカの都市や州で次々と禁酒法が成立していって、最後に連邦アメリカとして全アメリカで禁止になったっていうのが禁酒法の流れなんだけども、この禁酒法がきっかけになってアメリカ中になんだか1920年代イタリアンマフィアが伸びるきっかけになっちゃった、そういうふうな異常事態になったんだけども、禁酒法が始まると一応ね1年間か2年間の猶予期間があったんだって、アトランタでも。でその間にとにかく酒が飲めなくなるということで、禁酒ドリンクというのが流行りだしたと。とにかく何か酒の代わりに飲むものが欲しいというふうなことで、どんどんですねみんな禁酒ドリンクというのを開発したと。でベンバートン博士はフレンチワインコカっていうコカイン入りのワイン作ってたんだけども、酒屋で一杯やれなくなった男女もですね、今度は酒屋でなくて薬局のソーダファウンテンで何か代わりのもの、酒が飲めなくてイライラすると、このイライラを収めるものをくれと。でベンバートン博士は自分のフレンチワインコカからアルコール成分を抜いてソーダファウンテンで売るということを思いつきました。それがコカ・コーラです。1杯わずか5セント、当時の値段で5セントで、酒のですね半分以上、5分の1から10分の1ぐらいの値段なんだ。なのに酒よりはるかに気持ちよくなれる。それも当たり前でですね、当時のコカ・コーラは原液でしか発売しなかった。その原液をソーダファウンテンの薬局の親父が20分の1に20倍に炭酸水で薄めて売ってくれって言ったんだけども、これね何倍に薄めるかも親父次第なの。なのでちょっとチップもらったら原液の4倍ぐらいの薄めとかですね、めっちゃ濃いのをガンガン出してたので、それはもうねコカイン成分のおかげであっという間にね男女ともに気持ちよくなっちゃった
ったんだよね。でクリームソーダを飲みに来た子供にも親父たちはですねちょっとサービスして設定分量の5倍ぐらいのコカ・コーラを飲ませたってやったと。そうすると子供はもう全然まっすぐ歩けなくなって家に帰った後もですね3日ぐらい目がランランとして眠れなかったそうなんだけども、それぐらい興奮してしまったと。でこの子供にコカ・コーラを飲ませて眠れなかった事件というのは後にコカ・コーラ裁判というのがあった時に有毒なコカインでアメリカの子供をですね中毒にしたというふうなことで、訴訟されることになったと。これ、こういうのがいろいろあったのでコカ・コーラからですねコカインが抜かれることになったんだけども、まだそれでもですねコカインの中毒性とか有害性が知られる前だったのでとにかく魔法の薬コカ・コーラは売れに売れたと。しかしこの頃のコカ・コーラは会社のですね中心人物たちが揉めていて事業拡大ができないという状態でした。発明者のですねジョン・ベンバートン博士はモルヒネを買うためにもうね末期モルヒネ患者だったんだよね。なのでバカ高いモルヒネ買うために誰彼構わず一緒にコカ・コーラで一儲けしないかって言って小さい会社を作りまくった。なので権利が分散しまくってどこが本当にコカ・コーラの製法の特許を持っているのか分かんなくなったと。でその中でですね、権利を持ってた一人が有名な一人がですね、フランク・ロビンソン。フランク・ロビンソンはコカ・コーラという名前を付けた。もうコカとコーラだからコカ・コーラでいいじゃんって言ってコカ・コーラという名前を付けて、あとこの有名なコカ・コーラの筆記体のロゴデザインだよね。ここのところがリボンみたいになっているこのデザインもですね自分でデザイン、自分で作った人です。でもう一人ビジネスマンのエイサ・キャンドラーという人がいます。このエイサ・キャンドラーという人はねろくな写真がないのでもう今回写真見せません。エイサ・キャンドラーもコカ・コーラ社の権利を手に入れ、結局はこのキャンドラーがですねアメリカ中にコカ・コーラを広める2代目社長になりました。ベンバートン博士の次にですね。でコカ・コーラを発明したですね、ジョン・ベンバートン博士はですね発明してからたった2年で、死んでしまいます。コカイン中毒というかその他複合症で。コカ・コーラ社を結局乗っ取ったエイサ・キャンドラーはビンバートン未亡人にですねお見舞い金も出さずもちろん何の権利も与えずに会社を自分のものにして乗っ取りました。しかしそのエイサ・キャンドラーも20年も経たず会社が次の人に乗っ取られることになります。キャンドラーの最後の仕事エイサ・キャンドラーの最後の仕事は最後までオリジナルレシピにこだわったことですね。それをしぶしぶコカインの成分から外したことでした。キャンドラーは悪いやつというかですねえぐいビジネスマンだけどもコカ・コーラが好きなことに関しては本当にその発明した博士以上だったんだ。だからビンバートン教授を博士を軽んじたんだけどもその発明品のコカ・コーラを徹底的に守ってオリジナルレシピでなければならないっていうふうにずっと言い続けた。なのでオリジナルレシピに手を入れたがらなかった。コカインの有害性でマスコミが騒いだ時もコーラ1杯あたり 5mg は有害とは言えないと、カフェインの分量も紅茶以下だと、誰が紅茶を有害と言うというふうに言ってたんですね。しかしコカ・コーラ社幹部の説得でついに1900年ですねオリジナルレシピの X4 と呼ばれるですねコカインは取り除かれました。ということでタオル君分かったかな。コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その2、ピエール滝も大好きなコカインの真実。つまり今のコカ・コーラにはコカインが全然入ってないってこと。そうそう、コカインね全然入ってない。つまんない。やめなさいって言ってるもんですけども、これねまだね疑う人が結構いるんですけども入ってません。1900年とか1903年とかいろいろ言われてるんですけども全部抜かれてしまいました。じゃあコカ・コーラ社のですね黒歴史のパート3いこうか。わざわざもう一回抜いちゃったけどもう一回タオルくんだった。タオルくん中の綿が出てきた。やべえあんまりはめたり閉じたりするとお前綿出てくるんだよななんか役のやりすぎじゃねえかコカの。はい、コカ・コーラ社が絶対に知られたくない黒歴史その3、黒人奴隷とコカ・コーラ。なかなかえぐい話になってきたね。ベンバートン博士はちょっとこっち置いといて、よっしゃ朗らかな写真を見てもらおう。朗らかでもないか。これはジョージア州アトランタにあるコカ・コーラ博物館のど真ん中にある巨大金庫です。これが金庫ね。金庫のど真ん中にコカ・コーラのマーク入ってるんだけど、この中に代々コカ・コーラ社の社長とごく一部の幹部しか知らない、世界でも数人しか知らないコカ・コーラのレシピが入っているというふうに言われている。
本当でしょうかって話ですね。僕も子供の頃からそういうような噂はねいろいろ本で読んだことあります。例えば社長と副社長しか知らないとか、レシピを持っている2人は絶対に同時に飛行機に乗らないと、一方が飛行機で着陸してからもう一方が飛行機に乗るとかですね、いろんな噂があります。なんかアメリカの大統領と副大統領みたいだよね。でもともとは漢方薬だったコカ・コーラはですね、発明したジョン・ビンバートン博士は当時はアメリカで珍しい漢方薬の医者だったんだけど、コカ・コーラ以外にも実は何十もの漢方薬を調合して薬を売ってました。でアトランタでは知らない人がいないぐらい名士だった。例えば木から落ちて背中が痛いって言ったらベンバートン博士のところ行って塗り薬もらってこいとか、子供が引きつけ起こしたって言ったらベンバートン博士のところ行って飲み薬もらってこいとか、そんないっぱい薬作ってた人なんだよね。でそんなピンバートン博士が当時は無害で万能薬と思われていたコカインと強烈なカフェイン成分を含むコーラの実を混ぜて作ったのがコカ・コーラ。いわゆる興奮作用があって疲れとかが吹っ飛んでしまう、アッパー系のドラッグだったわけだな。でコカ成分とコーラ成分が両方入ってるからコカ・コーラ、シンプルで単純で分かりやすい名前なんだけども、後にですねこれなんでコカ・コーラというのかというのに対して1959年コカ・コーラ社の社長はですね、我がコカ・コーラはなんかコカインとかコーラの実のから作られたという噂があるが、それは根も葉もないデマですと、両方から名前を取ったというのは悪質なデマであります。単に語呂がいいというだけの理由でコカ・コーラという名前ですというですね証言台でそんな大嘘までついてしまうと、1959年にそこまで言わないともなんかという状態にまで追い詰められたんだけども、これが真っ赤な嘘だというのはですね、これまでの講義の通りです。19世紀の末になるとコカインの危険性というのがだんだん分かってきて、コカ・コーラの幹部たちは必死でコカインの成分が入ってないというふうにアピールしだしたと。しかしそうなると問題があると。コカ・コーラの売りっていうのは薬屋で売ってるから薬としての薬効、いわゆる効力があるということなんだよ。でなんといっても初期のコカ・コーラはなんとスカッと爽やかな飲み物ではなくて、頭痛や神経痛を治してリウマチを一瞬で止めると、リウマチの痛みを一瞬で止めると、いやコカインだからね、それはリウマチを止める痛みを一瞬で止めるというのが売り文句で、コカ・コーラの発明者のですねジョン・ベンバートン博士などはですね、コカイン入りのコカ・コーラを飲めば寿命は120歳まで延べる、いや理論的には150歳まで寿命は延びますっていうふうにインタビューで答えて、それがアトランタジャーナルに載ってるんだけれども、つまり不老長寿であって病気知らずの奇跡の薬がコカ・コーラだったと。でこういう話はですねテレビではもう絶対に紹介されない。コカ・コーラはもともと薬だったぐらいが限度で、コカインが昔入ってたことがあるとテレビでこれもギリギリ超えてるかもわかんないよね。だから今言ったような話をテレビで流すとその曲からコカ・コーラ社の CM が全部引き上げてしまうのでですね、ここら辺はネットでしか言えないことだよね。さっきも言ったようにですね、なんでじゃあそんなコカインの成分をみんな欲しがってたのか。それは19世紀という時代です。ジョジョの奇妙な冒険第1巻、19世紀、それは産業と貿易の発展が人々の姿勢と生活を変えた時代だ。以前食料不足や貧富の差が激しいにもかかわらず、大人も子供も自分もいつか金持ちと同じような暮らしができる、このような幻想を抱いていた。それは嵐のような凄まじい渇きだった。もう名文だよねこれいやこんな時代、本当19世紀でマジでこの時代だったのでですね、みんな猛烈に働きたかったと。コカ・コーラに含まれる成分のコカインもコーラの実のカフェインも誰もがもう本当に欲しがっていた、寝ずに働けるような、そんな中コカ・コーラ社2代目社長であり創業者のジョン・ペンバートン博士から会社を無理やり奪った、エイサ・キャンドラーはこのコカ・コーラの商売のターゲットに白人を選んだ。黒人、じゃあ白人を選んだということは黒人にコカインを不要と思われてたか、とんでもない。奴隷解放宣言の後も南部の農場にはですね至る所に黒人の奴隷農園があったと。で奴隷たちはですね、その当時の黒人奴隷たちは食事の代わりに1日に1回コカの葉を与えられたと。
だから3食ご飯が出るんじゃなくて、そのうちの1食はコカの葉なんだよね。でコカの葉で元気が出て悩みのなくなった黒人奴隷たちは、自分たちがどれほど疲れてるか分からずに、もう倒れるまで笑いながら働いたっていうふうに言われてるんだ。それぐらい南部の農園でもですね、徐々にコカの葉を使って人を働かせるっていうことが当たり前になってた。でじゃあなんで白人に決めたのかっていうと、キャンドラーが欲しかったのはいわゆるブランドイメージ。頭脳労働をする白人こそコカインを必要としてる。だからコカ・コーラだっていうキャンペーンを張ったんだよね。なのでキャンドラーは社長指令として全米アメリカ中のソーダファウンテンの親父たちに、黒人には売るなと。とりあえず金持ってきてもコカ・コーラは白人の飲み物だから黒人には売るなと。これはイメージ戦略だというふうに言ってたと。しかし現場の親父たちはもう黒人解放もしたんで、そんな社長の指示は無視して5セント払ってくれるなら誰にでもコカ・コーラを売ってしまったと。でそんな中、黒人がですね白人の雇い主たちを襲ったとか、あと黒人の男性が白人の女性をレイプしたという噂がアトランタ中に広まったと。至る所で黒人をリンチにかけるという事件が発生して、それにまた怒った黒人たちが反撃したという、また噂が流れたおかげでそのリンチがひどくなったという歴史上有名なアトランタ人種暴動というのが発生した。でこの噂はどんどん尾ひれがついていった。でどんな尾ひれがついたかっていうと、白人を襲った黒人は気が狂ってると。なんで気が狂ってるのか。黒人どもは麻薬をやってるらしい。その麻薬はコカインらしい。黒人たちは白人の飲み物コカ・コーラを飲んで気が狂ったらしい。白人みたいに理性がはっきりしている人間はコカインを飲んでも大丈夫なんだけど、黒人みたいに理性のない人種はコカインを取ると気が狂って白人を襲いに来る、白人の女性をレイプしに来るっていう、こんな噂が出てきて、黒人の暴動の理由はコカ・コーラだということになってしまった。いや本当にこうなったんだよ。でこれは全くもともと黒人が白人の女性をレイプしたという段階からもう事実ではなかったんだけど、コカ・コーラ社に大ダメージを与えた。で事実上発売中止のですね訴訟を起こされたりしたんだけども、その時に出てきたのがソーダファウンテンの親父たちが数倍の濃度で売っていた。結局それはコカ・コーラ社の指示じゃないのかと。薄めて飲んだら安全って言うんだけども、どれぐらい薄めるのかっていうのは現場の判断で、金出したやつにいくらでも濃いものを出しちゃうから黒人たちがコカイン中毒になるんじゃないかというふうに言われたと。で、これでですねキャンドラー社長2代目社長もついに折れました。まず成分からコカインを排除すること、次にソーダファウンテンで売ることをやめてボトリング、つまり正しい比率で炭酸水で割ったコカ・コーラを売るっていう事業を始めた。ボトリングっていうのは今も言ったように原液をソーダ水と混ぜて瓶で売ることで、これをね初代のピンバートン博士も2代目のキャンドラー社長もすごい嫌がったんだよね。でなんでかっていうと、原液で売ってソーダで割ってる限り薬局のソーダファウンテンで売るんだ。つまりコカ・コーラは薬品なんだよ。ところがボトルに詰めて売ってしまうと、それはどこで売られるのかもう制御できない。ガソリンスタンドや雑貨店とか新聞スタンドで売ることができるわけだよね。そうするとコカ・コーラは薬品ではなくてただのドリンクになってしまう。でところが、さっきも言ったようにコカ・コーラのおかげで黒人が暴動を起こしたっていうのの震源地、元ネタは薬局の販売だったもんだから、親父たちが20倍に薄めるというレシピを守らなかったからだよね。で仕方なくキャンドラー社長は譲歩してオリジナルレシピからコカインを除くことにした、取り除いた。で、コーラの調合、いわゆる炭酸水の配合をそれぞれの薬局に任せずにボトルに入れて売ることにしました。でこれがそのコカ・コーラのボトルの変遷です。初代1899年から1900年2種類ですね、透明と色付きが出てて、1916年にほぼ今の形になってきました。でこのボトルがね、次の頭痛の種。一番最初このストーンとしたボトルやってたんだけども、これのおかげでですねコカ・コーラの偽物がアメリカ中にあふれ出したと。で、1900年に真ん中にひし形マークつけて、このひし形マークがついてるのがコカ・コーラですよって言うんだけども、偽物も全部ひし形つけ出したんだよね。でどうやって差別化させればいいかということで、これがこの右端のコカ・コーラの特徴的な瓶の形、ボブルスカートボトルとかですね、メイウェストという女優さんがいて、そのメイウェストのプロポーションのようだということでメイウェストモデルっていうんだけども、これ1916年にやっとできたと。で
この形の理由はとりあえず瓶を自動的に洗う機械があるんだけど、その洗浄機にかけるために太さは変えられないんだ。太くできないので真ん中をちょっとくびって、それで洗浄機にかけるようにしたと。おまけにこの真ん中をへこませると、これまで売ってたやつのですね3分の1コストを下げれると。中身がですね10オンスから6オンスに減らせるというふうなことでですね、この形になったそうです。中身を減らしてもバレないと。でレシピを変更してコカインを取り除いてボトル詰めのコーラを開発したことによって、これによってようやっとコカ・コーラはですね黒人暴動事件から無関係という判決を得ました。ということでですね、タオル君分かったかな。よいしょ。ねえ岡田、じゃあコカインを抜いたとしてもいまだにコカ・コーラのレシピは謎なの。このよいしょ、これだよね。この金庫の中にある通り、コカ・コーラのレシピどういうフレーバーでできているのかっていうのは誰も知らないままなの。とね、実はそういうわけじゃないんだよ。っていうのは大きな金庫にはどんな謎が入っているのかっていうと、コカ・コーラのレシピはね秘密でも何でもない。なんでかというと発明したペンバートン博士が、ヘロインのお金欲しさにいろんな人にレシピを売っちゃったんだよね。でコカ・コーラ社がレシピを絶対の秘密っていうのは逆に言えば大したことないからなんだよレシピ自体どんな香料が入っているのか大したことない秘密なんだけども、ブランドを守るため、コカ・コーラのブランドを守るためにレシピは謎です、何人しか知りませんっていうですね、そういう伝説を自分たちで一生懸命作ったわけなんだ。でこの伝説を自分たちで作ったおかげでコカ・コーラ社は1985年もうついこの間で1985年自分の首を絞める大スキャンダルに襲われます。その話はまた後半でちょっとしようと思います。やばい話かっていうふうに聞かれると、そうだね、黒人奴隷よりずっとやばい話かもわかんないもうね45分経ったね。9時15分だ。じゃあ、後半行く前に次回予告だけします。次回は3月31日日曜日夜8時です。これね僕にとってもなかなか追い詰められてて、今日のなんだろうな、今日どころじゃないんで、その日の3月30日の日曜日の朝、僕は明日からデトロイト行くんだけど、デトロイトから帰ってくるのがその次の週の日曜日の朝なんで朝帰ってきてそのままニコニコ生放送をやるっていうですね、とんでもないことやんなきゃいけないんだけども、ちょっとね楽な感じでまとめてみようかというふうに思います。ただやることは決まってます。4月1日月曜日の深夜1時59分、午前2時近いよねから「巨神兵東京に現る」が、日テレでオンエアされるんでですね、関東ローカルらしいんだけども、その予習、みんなはその予習の話をします。なのでみんなこの後ですねすぐに、4月1日のですね録画予約をしといてください。で4月5日の金曜日、金曜ロードショーで、平成たぬき合戦ポンポコやるそうですね。やるのでその予習も来週のニコ生でやります。みんなこの後ですね来週の金曜だ、ポンポコ来週だ再来週だ金曜まだできないか、予約を覚えておいてください。でたぬき合戦ポンポコはねジブリで一番好きっていう人と全く笑えないから嫌だっていう人と、高畑作品の中でも本当に両極端に分かれるんだよね。かぐや姫とかね蛍の墓はもうみんな一応すごいけどっていうすごいは一致してるんだけど、ポンポコは面白いっていう人と何あれっていう人があるのでですね、ちょっとねなんでそういうふうになるのか、どういうふうに見れば楽しめるのかっていうのを語ってみようと思います。で4月12日の金曜は金曜ロードショーで風立ちぬやってくれるんでですね、それの予習もですね3月31日の夜8時から語ってみようと思います。あとはついに4月からニコ生岡田敏夫ゼミは毎週2回放送を予定しています。そのラインナップや配信予定も次回のニコ生で話そうと思います。ではアンケート出してください。いやー大変だってよタオルくん。やっぱね準備しすぎはねなんか情報量が多すぎてね聞いてる方もしんどいよね。正直言ってあんまよく分かんなかったよ。なんかね話がねペンバートン博士とかねなんか難しいんだよ。
そうだよね。だからコカ・コーラに関してね、いい加減な黒歴史言うと絶対後で揉めるから、かなり正確にしなきゃいけないと思ったら、どうしても固有名詞とかね、数字とかを出す話し方になっちゃうんだよね。ああ、俺そういうの割と嫌い。辛いね。ではでは、はい、結果出してください。ありがとうございます。コカ・コーラの黒歴史、あんまり外で言わないようにしてください。では後半はですね、コカ・コーラと日本について、ちょっと感動の話をします。あとコカ・コーラ社、さっきも言った1985年の最大の、スキャンダルをしようと思います。後半もよろしくお願いします。というわけで、切り替えてください。岡田敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です。毎週日曜夜8時からですね、ニコニコ生放送岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF、ハリウッド映画や経済問題など、政治とスポーツ以外はですね、大体取り扱ってます。番組は毎回無料のですね、表放送45分と有料のですね、裏放送がその後でさらに45分、合計90分あります。岡田敏夫ブロマガチャンネルではですね、毎月たった500円でこの表裏両放送が全て見れます。過去の放送も見れますし、あと毎日メルマガも配信しております。参加お待ちしております。